皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。この日多肉ごとをしている最中、頼んでいたフィンガーライムの苗が届いたので、ついでに植え替えをしていると、白いものがちらちら目に入り、桜かなと思い顔を上げてみると、なんと雪が舞っていました。山の方を見てみると、意外と吹雪いていてびっくりしました。寒い中、ついでにレモンの木も植え替えしました。そしてその隣のユスの根元を見てみると、ブロウメアナが株元いっぱいに茂っていました。このブロウメアナ、レモンの木の下にもたくさん生えていたんです。とりあえず植え替えしたフィンガーレモンをビニールハウス内に移動させて、ハウス内の気温を見てみると、日が出ているせいか14度もありました。この日の朝は0度まで気温が下がり、心配していたアエオニウムたちもビニールハウス内の中では元気そうでした。花芽が上がっていた黒胞子を見ると、黄色い花が咲き始めていました。ビニールハウス内のアエオニウムたちは元気でしたが、玄関先に入れていたこのアデ姿だけが外葉を下に下げて寒さに耐えていました。かわいそうだったので、見つけてすぐにリビングに持ってきたんですが、新芽は元気そうなので一安心といったところです。ほんの数日前まではこんなに元気なアデ姿でした。寒さに弱いのがよくわかりますね。そして今日はこの細葉黄金万年草を増やす作業をしていきます。実はこのセダム、いろいろな品種がありますが、同じように簡単に増やすことができるんです。これは少し前にカットして土に挿しておいたものです。去年の夏の暑さでセダムたちはほとんどやられてしまいましたが、なんとか生き残ったこの細葉黄金万年草を寄せ植えにも使えるように今のうちに増やしておこうと思います。ハサミを使ってカットしてもいいんですが、量も少ないので、とりあえずはピンセットでつまんで土に刺していきます。セダムは蒸れるとすぐに樹れてしまうので、なるべく密集しているところから間引いていきます。これは何でしょう。とりあえず取っておきました。ちなみにこの細葉黄金万年草のような黄色いセダムは先祖返りして緑色の葉が出てきてしまいます。その他にもフイリパリダムなどの符が入っているセダムも先祖返りすることがあります。先祖返りした葉はとても強いので、見つけ次第すぐに抜くようにしてあげてください。一気に成長しだしたこの細葉黄金万年草ですが、今回少し徒長気味です。というのも、水やり後に雨降りの日が数日続き、ビニールハウス内の気温は高かったため、一気に成長して徒長してしまいました。徒長したセダムは弱いため、なるべく早く仕立て直しが必要です。ということで、今回急遽この細葉黄金万年草を別のポットに増やす作業をしています。密集している株を間引きすると、こんな風に葉が引っかかってしまいがちですが、
途中で切れてしまった葉も捨てずに一緒に土に挿しておいてくださいね。この時期、セダムを増やすのには最適な時期です。皆さんのお家のセダムもこんな風に増やしてみてくださいね。今のうちにセダムをカットして挿しておくだけで、またたくさんのセダムが増えてくれます。セダムは夏にどうしても蒸れてなくなってしまったりするので、こうして増やして保険株を作り、いろいろな場所に置いて夏越しさせてあげてください。黄色いセダムは寄せ植えにもおすすめです。七福神と一緒に植えていたこのスノープリンセスも茂りすぎて七福神が蒸れてしまったんですよね。今回はこのスノープリンセスも間引いていきます。これは根っこごと抜けました。これなら植え替えした後もすぐに増えてくれそうですね。そういえばこのスノープリンセスなどを使い、夏までにセダムを増やそうチャレンジなんていうのもやっていました。動画の再生リストにあるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。その時はまだ顔出しをして撮影していました。そしてかりんのママのカノンもまだ元気で、たまに動画に乱入してきたりしていました。とりあえず七福神の周りだけスノープリンセスを間引いたのですっきりしましたが、この七福神はブロ梅穴に埋まっていました。ここも少し間引いておきます。ブロ梅穴は白い小さな花が咲いてとても可愛いので、グランドカバーにもおすすめです。ちなみにこのブロ梅穴はリトルミッシーと同じクラッスラなんです。比較的夏の暑さにも強く育てやすい多肉です。間引いたスノープリンセスとブロ梅穴をポットに植え付けていきます。ピンセットで茎をつまみ、土の中に少し深めに差し込んでいきます。ほとんどのセダムはこのように横に根を張って広がり増えていきます。そういえば最初に増やす作業をしたホソバ黄金万年草ですが、実は別名がたくさんあるんです。黄金ホソバ万年草、ドリームスター、ホソバ黄金万年草、ゴールドモス、ゴールデンカーペットなどは名前違いの同じセダムなんだそうです。これも多肉あるあるですね。生産者さんによって名前が違うみたいなので、私は購入時に札についていた名前をそのまま使用しています。そして今回はハサミを使わずピンセットを使い土に刺していますが、セダムの穂先だけをハサミでカットして土の上に転がして手で軽く押さえておくだけでも根はついてくれます。ただそれだと今のやっているやり方よりは少し根付きが悪いので、私はいつも今やっているこの方法でセダムを増やしています。はい、
ということで今日の動画は少し徒長していた細葉黄金万年草を増やす作業と七福神の植わっているプランターで勢いが増してきていたスノープリンセスと黒梅穴を間引いて増やす作業をしていきました。いかがだったでしょうか。皆さんのお気に入りのセダムもたくさん増やして多肉の寄せ植えを楽しんでくださいね。そして動画の最初に植え替えしていたフィンガーライムやレモンの成長も楽しみにしていてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。